私は一人で息子を育てています。夫は突然亡くなりました。息子が生まれてくる直前に突然倒れて亡くなりました。夫と最後に交わした言葉を今でもよく覚えています。愛してるよ。それが最後になるとは思ってもいませんでした。数年前のある朝でした。朝の9時頃だったと思います。夫は徹夜勤務を終えて会社から家に帰るところでした。そして私は仕事に出るところでした。すれ違いの短い電話でした。お疲れ様。帰り気をつけてね。愛してるよ。ありがとう。仕事気をつけてね。俺も愛してる。特別な電話ではありませんでした。私たちは毎日これを言い合っていたので、毎日のいつも通りの習慣でした。そして私はそのまま仕事に行きました。夜の9時半ごろ家に帰宅しました。夫は家で倒れていました。私が見つけた時にはもう間に合いませんでした。原因は今も分かっていません。お医者さんによると、とにかく心臓が突然止まったということでした。あの時私はあと2週間ぐらいで産休に入るところでした。もう少し早く休みに入っていたら、もしかして家にいたらすぐに気づけたんじゃないか、夫のことを助けられたんじゃないか、その後悔をずっと抱えてきました。でもお腹の中には息子がいます。私が立ち止まるわけにはいきませんでした。私が何とかしなくては。夫はとても子供が大好きな人でした。街中を歩いていると知らない子でも目で追ってしまうくらいです。私は息子を初めて抱いた日のことを覚えています。夫もこの子を抱きたかっただろうな。絶対に抱きたかっただろうな。そう思ったら涙がこみ上げてきました。同時に不安もこみ上げてきました。この小さな子を私一人でどうやって育てていけばいいんだろう。でも腕の中の息子はとっても温かくて可愛くて愛おしくて、そんな
嬉しい気持ちと、どうしたらいいんだろうという不安な気持ちがぐちゃぐちゃになっていました。そうして私と息子の2人の毎日が始まって、少しずつあの時の夫と最後に交わした会話、その時の思い出が少しずつ変わってきました。毎日愛してるよって言い合う習慣があったから、夫との最後の言葉は愛してるようになりました。もしあの習慣がなかったら、最後の言葉は別の言葉だったかもしれません。最後の会話、とても思い出すと辛くなるんですけれども、ただそれと同時に一番の宝物でもあります。今ではあの時の会話は辛いだけじゃなくて、とても大切な思い出です。息子を見ていると、夫とよく似ているなぁと感じることがあります。ふとした仕草や口調がそっくりでびっくりすることもあります。夫を一度も見ていない息子なのに、なんでこんなにも似ているのかなと感じることがあります。例えば本を読むとき、ページをめくる前に端の角を少しだけ折り曲げてしまう癖、夫もよくやっていました。本当にびっくりです。会ったことのない父親が息子の中にいる、そう感じる瞬間が何度もあります。日本はもうお盆です。日本ではお盆に亡くなった人が帰ってくると言われています。私と息子は夫の故郷へ行きます。夫には報告したいことがたくさんあるので、皆さんは今日大切な人に愛してるを伝えましたか？もし言える人がいるなら今日言ってください。いつも通りの一言がいつか一番の宝物になるかもしれないので。今回も見てくださりありがとうございました。Thank you always for your support. We will continue to do our best, just the two of us. If this video touched your head even a little, please like and subscribe. I look forward to your thoughts in the comments. See you in the next video.